トーラン先生。なんだ、診察の時間はまだ先。旋風の稽古をつけてください。何を言ってるんだ。三社副隊長から聞きました。トーラン先生は武術の腕も立つと。昔の話だ。バカなことを言ってないで、施療院に帰る支度をしてくれ。どうしたんだ一体。俺にもあんな感じなんです。アイリオ。戦い方を教えてくれって。何かあったのかな。お前の方は体の調子はどうだ。すごくいいです。前よりも動けるようになりました。それは良かった。トーラン先生はどこでエコフューズを習ったんですか？先生にやってもらえたら、俺の父さんも死ななかったのかな。俺の祖国セファーロはエコフューズ技術が発達していた。お前の父親の手術を行ったのはノクシュマ様のエコー研究員だろエコー研究員。う。ああ。怪我をした患者にエコーフューズを施すのではなく、意図的にエコーフューズさせた。ある諜報部員なんかは本当に見ていられないほどだった。体のあちこちを改造されて。大変だな、諜報部員って。その人物よりもエコーフューズした面積はお前の方がずっと広い。無理するなよ。異常があったら早めに伝えろ。はい。エコーフューズのやり方ってトーラン先生の国に代々伝わってたんですか？ああ、伝説だよな。セファーロ王家が祀る聖域にイサナと呼ばれる不老の精霊がひっそりと生きていたそうだ。イサナ。ああ、海から流れ着いた神の化身だとも言い伝えられていた。月食の日に高位の神官がイサナに会いに行くと、不思議な言葉で知恵を与えてくれたそうだ。エコーフューズもイサナが？そういう神話だ。面白いな。もっと聞かせてください。イサナは穏やかな少年心だ。だが一度怒ると誰にも手がつけられない。ただ王家の者の言葉にはおとなしく従うそうだ。じゃあ暴れても安心ですね。今王家の人たちは？ごめんなさい。いや、どこかで生きているといいが。生き延びて王子を守れと父の遺言だったのにな。今じゃただの医者だ。トーラン先生は名医ですよ。俺の命の恩人です。でもゼクトは怒るかもしれないな。ゼクト。ああ、お前の双子の弟の。そうです。ゼクトは俺にエコフューズしないでほしいって。俺のままでいてほしいから。難しい話だな。俺はエコーフューズしていないが、俺のままかどうかはわからない。祖国と運命を共にするつもりだった。父親の遺言を守るつもりだった。だがどちらも守れないままこうしてここに立っている。俺は俺のままなのか、それとも俺で亡くなったのか。昔のトーラン先生を知ってる人がいたらなんて言うと思いますか？想像がつかないな。失望しているかもしれない。しぶとくやってると笑うかもしれない。俺が好きなトーラン先生はその人たちが知ってるトーラン先生と違うのか。なら自分ってなんだろう。俺のままでいるってどういうことなんだろう。俺はゼクトの願いを叶えてあげたいけど、それが俺の全部ってわけでもないし。最後の審判待ちさ。一生かけてやっとわかるようなことなんじゃないか。
エコーと融合した虫の気配。ザインか。やっと来たぜ。どんな手段で助けに。虫が溶けて液体になった。これは。マジかよ、あいつ。子供みたいな顔して悪魔かなんかだろ。こら、うるさいぞ。はあ、やるしかないのこれを。